今回は私の愛車9年間乗ってきた PCX150 について紹介したいと思います。今回ヤフオクで DF200E を買ってしまいまして、こちらは手放すことになりました。PCX の特徴としては、アイドリングストップが採用されているということですね。それで最初 125cc の PCX が出て、それは型式で言うと JF28 なんですけれども、その JF28 の後期版が出るのと同じ年2013年に、こちらの PCX150 の、KF12 が、出ました。で150なんで高速道路とか自動車専用道路も、乗れるし、あとパワーとかも、ゆとりがある感じですね。で、PCX と違って、ファイナルギアのギア比が、高めなので、高回転もあまり、使わないという感じになります。で、この車両については冬季でも冬でも乗れるようにいろんな装備がついていて、まず、この大きな、ウィンドシールドですね。これは結構視線がちょうどこのヘルメットの頭の部分の半分ぐらい隠れる感じですね、普通の人が乗ると。それとあとこのサイドバイザーをつけています。これによって風が来ないとか雨も来ないので、かなり快適になります。ちょっとこの白のものにサイドバイザーつけるのはあまりかっこよくないのかもしれないんですけども、実際冬に乗ってみるとそういうことよりも、ちょっと寒さの方が嫌なので、つけています。で、あとはちょっとハンドルカバーですね。で、これ本来なら2000円ぐらいで買えるので買い直した方がいいんでしょうけども、すぐに乗れる、快適に乗れるということで一応はつけて、売ろうと思っています。これもヤフオクで売る予定なんですけれども、でこれ結構私夏でもつけてたりしました。今年はちょっと夏は取っておいたんですけども、それ以外はだいたい夏もつけていました。これつけておくことによって中に紫外線が当たらないので、そんなに比較的中のプラスチック部分が劣化してないかなと思います。それで通勤に欠かせないのがこのリアボックスですね。これ確か42リットルぐらいですかね。で、これあるとすごい便利ですね。スクーターなのでもちろんこのメットインの下入るんですけれども、カバンとかはなかなか入れられないし、私オフロードのヘルメットをかぶってる関係上この中には入れられないっていう事情もあります。で、あと変更してる点としてはこのコブをちょっと加工してますね。これ本来ならもうちょっとこっち側にあるんですけれども、そうするとお尻にちょうど当たるのでこれをちょっと削ってでシートも一回張り替えてますね。シートの表皮だけ、でこの PCX 自体は、初代のほか2代目3代目4代目か、今4代目ですね。で3代目の時に150については、
ADV150 が発売されています。で、兄弟車みたいなもので、ちょっとオフロード寄りの、サスペンションが充実したりとかになっていますね。で、この車両、一応大した装備じゃないんですけども、100円ショップの、時計をつけてますね。で、これちょっとこのボタンはこっち側にしかないんですけども、このボタンを下にすることによって雨が降っても全然壊れないですね。で、特にこのシールドがあるので、全く壊れないです。あと、西松屋で買ったこれ結構便利でして、カバンをここに置いて、これで両方引っ掛けると、全くきちんと固定されます。固定っていうか、少なくとも飛んでいかないような感じになります。あとこのスロットルのグリップについては、特に劣化してないんですけども、滑りを良くするために、ちょっと穴を開けてますね。凹凸を良くしています。で、ちょっと実際は見れないんですけれども、左右にこのゴムのレバーカバーみたいなやつをつけて、素手で触るときに感触を良くしています。結構ですね、このハンドルカバーがあることで、冬でも素手で運転することがありますね。それだけこれは強力です。ちょっとほつれたりしてるので、自分で買った方がいいと思います、新しい人は。ただ、最初ついてるとどれだけ、効果があるのか実感できると思うので、一応つけておきます。あと、キャリアがついてますね。で、キャリアは、こんな感じで、レアボックス使わない場合とかは、使わない方は、取っちゃってもいいと思います。で、あとサスペンション、リアサスは交換しています。で、ですね。これ、エンドゥランスのマジェスティ125用とかのやつで、長さは、軸間の距離は、ほぼ PCX の純正と同じで、なのでそんな極端に高くなったりとか低くなったりとかはしてません。で、このリアサス変えたことで、やっぱかなり、乗り心地が良くなりました。あとは、この、一応全然使う用途ないんですけれども、サイドスタンドに一応この、幅を広くするものをつけました。これはドロドロのところでもとか、山とかでも、サイドスタンドを土にめり込まないようにっていう意図なんですけども、実際はそういう必要性がある場所には行ってないですね。で、基本的に駆動系とかは自分で定期的にいじってまして、そうだ、駆動系については、スクーターというのは、ここですね。この駆動系、これエンジンのクランクシャフトがここにあって、クランクシャフトからこっちの軸まで
は、プーリー2つあって、プーリーっていう滑車、で、伝達しています、力を。いわゆる CVT の一種ですけれども、PCX の場合は、このドリブン側の、非駆動側のプーリーの中に入っているベアリングの品質が悪くて、それが原因で、こちらの動きが悪くなったりとか、こう回した時に音がもっとガーっていう音が出る現象とか、その場合は押したりする取り回しも重くなるんですけれども、その問題のドリブン側のベアリングは国産の、いいベアリングに変えています。なので、普通にこう回ります。これ問題のあるものだと、音もそうなんですけども、こんなには、回らないですね。あとこのタイヤホイールにつけるゴムもリアだけですけれども、ガソリンスタンドで空気入れやすいように曲がるやつに変えています。それで今回のPCX150 の多分大きな特徴としてガソリンタンクを8リットル化しているということですね。これは実際見てもわからないんですけれども、このガソリンタンクはこの初代 PCX150 についている、5.9 リットルのものではなくて、8リットルのものです。2代目の、燃料タンクを入れています。で、これが結構カスタムとしては一番大掛かりでしたね。多少そのガソリンタンクっていう、鉄のものにグラインダーで削ったりもしたので、そういう危険な作業も一応しました。で、もちろんガソリン漏れとかは全くないです。その後もう半年とか走っていますので、で8リットル化することでかなりストレスが軽減されましたね。で今までは5.9 リットルの時は230キロぐらいでガソリン交換しないといけなかったんですけれども、現在は330リットルぐらいですか。で、交換で良くなっています。でもちろんガソリンタンクはガソリンの燃料表示は、きちんとされるようにしています。で、点滅してからだいたい30キロぐらいで燃料切れちゃうんで、そこら辺はそういうものだと30キロ以内で交換した方がいいと思います。燃料入れた方がいいと思います。だから通常それ以前は点滅してから50キロぐらい走ったかもしれないような気がするんですけども、若干、点滅してから走れる距離が少なくなっていると思います。で、ちょっとその燃料タンク交換した関係で、あんまり必要なかったんですけども、ちょっとそのカウルにちょっと切り込み入れちゃったりはしていますけど、実際走行上は問題ないです。で、ですね。タイヤとかはこれ前後
新興のやつ履いていて、そうだ。で、リアのタイヤは、太めの、標準のものより太いやつを、履いています。で、これは、120、70の14ですね。これは、3代目ぐらいと同じぐらいですね。2代目の PCX150 は、初代と同じ純正のタイヤサイズなんですけれども、その2代目よりも太いものを履いてて、これが結構また、自動車専用道路とかで結構その安定感を、増してくれています。非常にいいですね。ただちょっとオーバーサイズのタイヤの交換を断られることも多いので、ちょっとそういう事前にバイク屋さんとかでちょっとそういう事情があってオーバーサイズのものに交換したいと言えば、そういうバイク屋さんで、やってくれると思います。で、リアの、ブレーキシューはこのタイヤの時と同時に初めて交換して、でフロントのディスクブレーキについては、こまめにフルード交換したりとか、なんかオーバーホールしたりとかはしています。で、このディスクも、特に減ってはない感じですね。まめにここをきれいにしたりしてると、あまりディスクに引きずりとかしないので、ディスク減らないんだと思います。あと、ちょっとここ今ギレじゃないんですけども、以前一回、この黒いパーツについては、ヒートガンで綺麗にしました。そうすると結構新品みたいに黒光りするようになりました。そんな感じですね。そうか。エンジンについては、プラグをイリジウムプラグにしています。これ結構効果あるし、その短気筒なので1本しか使わないということで、コストパフォーマンス的にもいいと思います。で、あと一回ちょっとエンジンの音がするようになった時があって、その時にカムチェーンテンショナーのアジャスターという、ここら辺にある部品、を対策品に、変えています。この、初代 PCX の JF528 と KF12 はこのカムチェーンテンショナーが弱いという、不具合があるようなんですけれども、私のやつは3代目の、対策品に交換しているので、今後はそういう不具合は出にくいと思います。ちょっとその走行が、現段階で、47,800
47,862なので、まあちょっと多めに走ってはいるんですけれども、いろいろ不具合直した後なので、安心して乗れるんではないかと思います。ということで大変気に入ってる、バイクなんですけれども、まあエンジンをかけます。で、まあちょっと20分ぐらい走ってなかったんですけども、始動で困ったことは今までないですね。で、始動するときはこの左側の、ブレーキレバーを握りながら、このスターターのボタンを押す感じです。で、ちょっとカメラの関係で難しいので足で、左で握って、まあこんな感じですね。で、全く2回つけないといけないっていうことが今まであったのかなかったのか、冬でもだいたい一発始動です。今まで2回つけたことがなかったんじゃないかっていうくらい始動性はいいです。で、まあよくホンダのスクーターではこのヤマハのやつとかよりも左側のレバーを強く握る必要っていうのはあります。っていうのはここにインヒビタースイッチっていうのがあって、そこのスイッチがっていうのはそのブレーキのスイッチよりも強く握らないと動かないように設計されていますね。